こんにちは、春日部つむぎです。今回はワンピース最新話1128話に対する皆さんの反応を見ていきます。皆さんの感想もコメントで教えてね。箱庭の中の世界だった。麦わら海賊団の初期面2人はさ、あれ、波ってもしかして可愛いのでは？テーケロ顔可愛すぎた。久々にサンジと波の触るの無理系の虫への反応を見た気がする。鏡がよくわからん。つまりどういうことだ？マジックミラーなんでしょ。なんというか今回の話は全体的に冒険してる感があっていいね。しばらく冒険よりバトルとかが多かったからね。空島みたいな冒険はほんと久しぶり。やっぱり誰かに放り込まれてた感じか。とりあえず耳神様うんぬんは巨人族じゃなくてあくまで中に住んでる、住まわされてる人たちにとっての重要な存在って感じになるのかな。モブの人たち巨人で何か現実とリンクしてると思ってたけど、この箱庭に入れられてた人間ってことだったのか。変な動物に乗った変なおっさんがいきなり説明してどっか行く空島の導入を思い出す。蜂はいけるのにバッタは無理なんだな。それとも蜂も立派な食料になる。俺が調理するとは言ってない、なのか。この久しく見なかった冒険してる感じいいね。しししって笑い方も久しぶりだな。最近はアヒヤヒャヒャだったし。さすがにゾロにも神様って呼ばれてるやつが焼かれて食われたことは黙っといた方がいいって感性はあるんだな。ドーン系の技はどれもえげつなくて怖いね。衝撃が逃げないで全部来るの恐ろしすぎる。三次的にはバッタも気持ち悪い系の虫なのか。虫を嫌がる波サンジと動物の通訳をするチョッパーといろいろ懐かしい感じがするな。巨大な蛇は空島の野良を思い出すな。チョッパーだけなんでこの部屋放置。人間じゃないから着せる服なくて作るまで繋いでおいたのか。珍しい動物だから取っておいたとか。動物だからなんとか神様のポジション決定前だったのかもしれん。巨人族の寿命を考えると下手したら箱庭の中で生まれて育った人もいそう。ペットという名の嗜好品だなこりゃ。上のクズどもと違うところはやはり待遇か。やっぱ初期面の安定感すごいな。表紙かっこよすぎる。こういうタッチの絵珍しいな。おいおいサンジにマジックミラー棒の魅力に気づいちまったよ。前々回くらいになんてひどい匂いって言われてた何かが燃える匂い。あの箱庭の住民は動物が焼ける匂い初めて嗅いだのかと思ってたけど、やっぱプラスチックだったね。なんとなくそんな感じしてたけど、ワンピ世界にプラスチックなかったんだな。エルバフの文明レベルにしてはプラスチックはオーバーテクノロジーだけど、なんであるんだろう。サンジは合成樹脂、プラの材質、焼ける匂い知ってるんだな。ジルマなら持っててもおかしくないし。というか、あの世界巨大生物はゴロゴロいるし、古代種の動物系って概念があるとはいえ、化石燃料なんて採掘できるんだろうか。植物性プラスチック作るのはもっとハードル高いから論外として。前回に引き続き北欧神話マシマシ。本編とは少し離れるが作者コメントは芥見先生と飯一緒に行ったのかな。小田先生。バーベキューかな。あの状況で金目のものを探してるって癖の悪さも、巨大なのにもかかわらず地図を手に入れてる有能さも、ちゃっかりチョッパーに乗せてもらってるお茶目さも、全部素敵だ。ナミさんは今日も可愛いな。麦わらの一味ってご当地の動物によく乗りがちだな。一人称、拙者なのオタク感すごいな。人間をさらう、人間を着せ替え人形にする、人間を普通に危険な巨獣がいる箱庭に放り込む、エルバフで広く慕われて信仰されてるっぽい太陽神を自ら名乗るこの巨人やばくて草。問題はこいつがナミさんの服を着せ替え人形みたいに自分で着せ替えたかどうか。戦士が多いエルバフでこういう趣味だと肩身が狭そうだ。こいつが箱庭で巨人基準のペットたちと同居させられてる人類視点であれなやつなのはその通りだけど、サーロが指してるエルバフの典型的野蛮人ともまた毛色が違うよね。
基本の筋種族だし。猫ちゃん生きてたよかった。レゴの箱庭判明に箱庭の制作者登場まで行くとは思ったよりテンポ良さそうだな。逃げてるけど、戦えば今の戦力にとってなんてことないんだろうな。太陽神。単にこの巨人がやべえやつなだけな気がするな。ただ箱庭で暮らしてる人間がミカ知らなかったら巨人が太陽神名乗ったらそう扱うしかないというか、フィギュアとかでごっこ遊びしてるオタク感。ミシンが箱庭世界のすぐそばにあるあたり、太陽神と言われてる巨人が自分でコツコツ人間の衣装やファブリック家具用意してたんだと思うと、もしや太陽神まめな職人タイプなの？もしかすると女の子の巨人だろうか。一人称拙者のドールハウス趣味オタク巨人。男の子がドールハウス着せ替え人形趣味でもいいじゃない。前回は困難終わらす気ないやんって思ってたけど、冒険会はちゃんとワクワクさせられるからすごい。カラスがフギンとムニン合わせたような名前だったから、オーディンモチーフでロキに王位を追われた元国王とか、そんな感じかな。関東カラーのロビンかわいいわ。2年後のロビンちゃんは少しずつ若返ってる気がする。このロビンを自転車の後ろに乗せて登下校したい。可愛すぎますよこれは。ちょうど情熱大陸でアニメ監督ゲスト会だったから思ったけど、おそらくこの小さな箱庭の神様気取りなんだろうな。この骨太陽神自称太陽モチーフの杖とヘラジカ、骸骨と襟巻きライオンたてがみっぽいデザインかっこいいけど、接触長でちょっと台無し。バッタライダーのおっさん新人かってそんな珍しいことでもないような感じで聞いてるってことは、あの巨人結構頻繁に人間さらってやがるなさては。明らかにさらわれてきた人だろうに、あそこが箱庭であることにすら気づいてなかったね。それとも母から来た人たちは逃げ出そうとしてどんどん死んでいってるから残ってないだけなのか。自業自得ではあるけど、ペットのウサギが食われたのはかわいそう。ミニチュアの国作って神気取りはなかなか痛々しいな。太陽神は北欧神話にちなんだペットネームつけてたし、エルバフではあるだろうけど、どうさらってきたんだろ。自称太陽神は何者なんだろう。これは王子ではなさそう。久々の冒険でワクワク感がたまらねえわ。サブタイトルも気になる。 RPG ってそのままロールプレイングゲームのことでいいのかな。単純に人間にロールプレイさせてるだけの箱庭趣味の変態巨人の可能性が出てきた。カラスのムギンは北欧神話に出てくる一対の渡りガラスのフギンとムニンからか。ってことは巨人はオーディン。こんなオーディンは嫌だー。なんにせよ北欧神話の神々の誰かがモデルではありそう。デカめの巨人って言ってるんだよな。ルフィと面識ある巨人族で一番でかいのがドリーで 2260cm だから、そのぐらいだろうか。男か巨人の中でもデカ音だけがするな。よく見ると髪型もメットに引っ張られてるな、このニカルフィ。ほんとだ、左右に白い角生えてて草。サンジとナミがずっと仲良くて可愛いんだけど、サンジのジェルマ関連でナミ曇らせるつもりなんじゃねと思えてきて不安だ。毎回ジェルマがどうの心配してるのやめたらいいよ。今回の話でかけらもジェルマの話出てないじゃんよ。そもそも太陽神ってのは巨人族なのかね。ジョイボーイはばっかにア族かもしれないけど、ニカは巨人族ってのは普通にありそう。神の騎士団に太陽神と似た仮面の人出てるけど、さすがに関係はないか。ちっちゃい絵でおんぶしてるさりげない優しさ。言動は変態なのに行動は紳士なのはゼフの教えが体に染みついてからなのかな。よくよく見たら腰に回した剣を掴んでかろうじてお尻を触っていない。箱庭世界の広さが気になるところだ。これがロキ王子なら、ローラは自分が箱庭に入れられるのを察したから逃げたとか。けど太陽神は汚いおっさんも放り込んでるし、シフォンに替え玉されても怒らなそう。おそらくロキじゃないね。男でもスレンダーなイエキクールブラザーズがいるし、ワンキは男でもヒール履くやついるからなんとも言えないな。
マジックミラーに合成樹脂と軟化化学力随分と高いな。これが自称太陽神特有のものなのか、エルバフ全体がこんなもんなのか。寿命長い種族だから一人産業革命するだけの十分な時間はあるのかもしれない。でも一般巨人族にはそういうのめっちゃ受けが悪そう。ミニチュアとか着せ替え人形とかこういう趣味好き。足は女に見える。太陽神は神話オタクで戦士の国ではオタクは肩身が狭いから箱庭で代わりに主神としてふんぞり返ってる感じかな。太陽神の歩いてる家なんかは普通のエルバフ仕様だよね。一人称拙者はなんかポンコツそうな印象を受ける錦エモンスマン。多分能力者だけど何の能力者だろう。ビッグマムの幼なじみの女巨人はこれだから見た目で言うとやっぱり男っぽくないな。エルバフ編のヤマトリリスだろ。文明はエッグヘッドに割と近いから理由としてはそんな重要じゃないかも。ワポメタルとかジェルマとかこの世界割と超テクノロジーみたいなのはあるし、太陽神仮が他の巨人と感覚ずれててあんま交流してなかったら技術が全然広まってなくても自然か。サンジがジェルマ王国出身だから合成樹脂知ってるとしても10年以上前だぞ。そんな前から実用化されてたの。この細っこい手首は女の人かもしれない。エルバフのリリス枠なら意気投合するかね。ニカルフィ見たっぽいのに何の反応もない巨人ってのはちょっと気になる。すぐ返信解いたから気づいてないんじゃない。反応はしてるような気がする。ただルフィすぐ戻っちゃったし、コツコツ作った箱には壊されてる怒りが多分先に来てるし。表紙の塗り方なんか絵画っぽくていいな。巨人じゃない気がするな。人を人形サイズにする悪魔の実を食ってるとか。衣装に引っ張られるならエッグヘッドのも合わせてちょっとだけ変えてほしかったわ。入るリンの選手は牛系で太陽神の仮面は鹿系か。どっちにしろかっこいい。愛知認証で人外っぽさは皆無だが。太陽神大好き。ガリガリオタクくん出てきたら笑。ガチオタかそれとも普通に武人キャラか果たして。見聞色には匂いの領域もあるんだなっていうのと WCI でケーキの材料匂いだけで見抜いたのも見聞色だったんだろうなって。むしろオーディンを先に思いついてておでんが続いた可能性もある。ここまで皆様の反応をたっぷりお届けしました。皆様の感想もコメントで教えてね。また次の動画でお会いしましょう。